今日はもやしチーズチヂミを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はもやしチーズチヂミを作りたいと思います。はい、ということで今回はもやしをたっぷり使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回はですね、もやしチヂミを作るんですけれども、生地を作るときはポリ袋たった一つで簡単に作れるレシピです。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずチヂミの材料からご紹介します。材料はこちらです。もやし、とろけるチーズ、卵、鶏ガラスープの素、薄力粉、片栗粉、そして焼く時にサラダ油を使用していきます。まずもやしなんですが、今回豆もやしを使っていきます。こちらは豆もやしじゃなくて普通のもやしを使っていただいても OK です。あととろけるチーズはお好みのものを使用してください。そして味付けはですね、チーズの塩味とあとは鶏ガラスープの素でつけていきます。そしてですね、粉類は薄力粉と片栗粉を加えていきます。そうすることでカリカリふわっとした仕上がりになります。続いてチヂミのタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。醤油、お酢、蜂蜜、ニンニク、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。もしここに辛さをプラスしたい場合はコチュジャンかまたはラー油を入れていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにチヂミのタレから作っていきます。器にお醤油、お酢、蜂蜜。今回ね、蜂蜜を加えるんですが、こちらはね、お砂糖を使っていただいても OK です。蜂蜜にするとコクが出て美味しく仕上がります。ここにおろしにんにく、あとはごま油、そして白ごまです。これをよく混ぜましょう。はい、チヂミのタレはこれで OK です。こちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。続いてチヂミを作っていきます。まずね、今回ポリ袋で簡単に作っていきたいと思いますので、ポリ袋をボウルの上にセットしてください。こちらね、ジップ袋を使っていただいても OK です。そうしましたらこの中にもやしを入れます。もやしなんですけれども、さっと水洗いしてその後水切りしてから入れるようにしてください。そしたらここにあとはとろけるチーズ、そして鶏ガラスープの素、薄力粉、あとは片栗粉、そして卵を加えます。チヂミのね、材料は全部入れちゃってください。あとはもう簡単です。袋を持ってもやしをね、少し潰しながら全体をよく混ぜていきます。こんな感じでね、もみもみしていってください。卵などもね、全体によく絡むようにしっかりとね、混ぜてください。はい、OK です。このように粉類と卵がもやしとチーズにしっかりなじむまで混ぜてください。では今からこちらを焼いていきます。それではフライパンを用意してください。フライパンにサラダ油を薄く敷きます。火にかけます。そしてサラダ油を全体にね、回しましょう。30秒ほど温めてください。30秒ぐらい温めたら火を止めます。そしたらスプーンでね、こちらを取ってフライパンにのせていきます。一口サイズになるようにね、こんな感じでのせていきます。大きさはね、お好みで変えていただいて OK です。もちろんね、1枚丸ごと焼いていただいてもいいかなと思います。今火を止めてる状態なので焦らずね、のせていきましょう。はい、OK です。このようにのせました。そしたらもう一度火にかけます。このままね、カリッと両面焼いていきたいと思います。ちょっとね、じゅわじゅわっと音がしてきたら上から少しね、このチヂミを押さえつけます。そうすることでね、カリッとした仕上がりになりやすくなります。今ね、だいたい2分弱ぐらい焼きました。焼き色をチェックして、あ、いいですね。いい感じに焼き色がついてたら裏返してください。よいしょ、こんな感じです。裏返したらまたね、ヘラで少し押さえつけてください。ではどんどんね、裏返していきます。片面もね、このように押さえつけながらカリッとするまで中火で焼いていきます。
はい、OK です。今ね、トータルでだいたい4分ぐらい焼きました。裏面もね、チェックしていただいて、よいしょ。こんな感じでカリッと焼けてれば OK です。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。表面もね、カリカリです。では、残りも同じように焼いていきます。今回ね、サラダ油を使ってるんですが、お好みでごま油を使っていただいて、香ばしく仕上げていただくのもおすすめです。はい、こんな感じで焼き終わりました。今回はですね、全部で13枚できました。こちらはですね、大きさによって変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。はい、これでもやしチーズチヂミの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はチーズでカリカリに仕上がってます。そしてもやしもたっぷりで美味しそうに仕上がりました。そしてこちらがつけだれです。あとは水菜と糸唐辛子も添えました。こちらはお好みで一緒に召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずこのままいただきます。いただきます。チーズがすっごく香ばしいです。そしてもやしがシャキシャキですごく美味しいです。美味しい。この豆もやしの豆の部分がね、すごくね、またアクセントになってますね。ではタレをつけていただきます。いただきます。さっぱりしてまたこれも美味しいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のもやしチーズチヂミのポイントです。まずもやしなんですが、今回私は豆もやしを使いました。豆もやしはですね、豆の部分が食感と味わいのアクセントになるのですごくおすすめです。なんですけれども、こちら普通のもやしを使って作っていただいても OK です。お好みのもやしで作ってみてください。そして今回はですね、ポリ袋たった一つでとても簡単に作ることができます。こちらはポリ袋じゃなくてもね、ジップ袋を使っていただいても OK です。もしね、そういった袋系がない時は、もやしをね、少し適当な大きさに切っていただいて、そしてボウルの中で全部材料を和えていただいても OK です。ただね、ポリ袋などを使っていただくと洗い物も少なくてとても楽ちんに作ることができます。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、一旦火を消してスプーンでね、フライパンの上に置いてください。そうするとね、焦らず作ることができます。そして火をつけてじゅわじゅわじゅわと焼ける音がしてきたら、ヘラで少し押さえつけながら焼くようにしてください。そうすることで香ばしい仕上がりになります。あとはですね、両面焼き色がつくまでしっかり焼いていただけたらと思います。今回はですね、チヂミのタレも作りました。こちらのタレもね、とても美味しいので、ぜひ合わせて作っていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもやしチヂミを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。